こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は12月10日にいよいよ海王星が逆行終了するよというお話です。これから現実と夢という離れていたものが初めて今回一致して同じラインで進んでいきますという嬉しいお知らせです。12星座別のこれだけはこの時期にやってくださいというアドバイスもしますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきます。12月10日、海王星が魚座で逆行終了します。何度もお話ししていますが、本格的な風の時代が始まるのは2026年です。なぜか、それは冥王星が風の不動級である水亀座に移動して、海王星が火の活動級であるお羊座に移動して、天王星が風の柔軟級である双子座に移動して、さらに土星がお羊座に移動することで、この動きに向かって、新しい動きに向かってのスイッチが押し、そして継続できるという状態になるからです。2025年は海王星と土星がお羊座に移動したり、天王星が双子座に移動したりしましたが、逆行してそれぞれ魚座とか牡牛座に戻るという流れがありました。もちろん長い時間をかけて作り上げてきたこの土の時代のヒエラルキーという社会構造が1年で改革されると期待するのは現実的ではありません。そのためにゆっくり進む天体たちが最終的に火と風の際に移動する前に逆行があってトライアンドエラーを繰り返しながら新しい時代の土台を作っていく。そういう時期だということになります。そして、冥王星は今年から水亀座に完全に移行して、逆行してももうヤギ座にはもう二度と戻りません。もちろん皆さんがとてつもなく長生きすれば別ですけれどもね、2044年まで冥王星水亀座期が続くわけです。そして先日11月28日、魚座で土星が逆行終了した動画を出しました。土星は今年7月13日に逆行を開始して、9月の1日に魚座まで戻ってきました。そして11月の28日に逆行を終えて、今年いっぱいまで魚座にステイし、本格的には2月の14日来年、お羊座に移動します。ね、ややこしくなってきましたね。メモを取りながら聞いていただくといいかもしれません。そして海王星の動き。今年3月の20日にお羊座に移動して、7月25日から逆行を開始して、10月22日に魚座に戻りました。そして12月の10日に逆行終了して、来年1月27日にお羊座に戻り、2039年の3月23日までお羊座にステイすることになります。天王星の動きももう一回チェックしましょう。今年7月7日に一旦双子座に入りましたが、9月の6日に逆行を開始して、11月8日に牡牛座へ戻りました。そして2026年2月の4日まで逆行を続けます。双子座に本格的に入るのは4月の26日、来年ね、7年間の双子座天王星期がそこまで続くわけです。これらについてはすでに動画を上げているので、ぜひ確認をしてみてください。こんな風に今、目まぐるしくトランスタタニアンというめったにサインを移動しない天体たちが移動している時期に私たちは生きているということです。個人セッションを提供している私のような先生術師は、この冥王星、海王星、天王星、土星が年代ごとにどのサインにいるコンビネーションにあるのかということを踏まえてレーディングをすることが必須です。この期間のサインと天体の把握っていうのはパズルのように複雑なので、私も毎日持ち歩いてですね、チェックしながらセッションしています。この2026年からのトランスサタニアンの位置からする獅子座太陽の人と、土の時代の獅子座太陽の人とでは全く違った星読みになっていきます。特に事業をしている人にとっては、人々が求めるものの傾向がこの4つの天体の影響を受けますから、2044年に冥王星水亀座を出るまでは、この流れを把握してサービスや商品の提供を計画する。これは必須です。ですが、あまり遠くを見ると、今何をしたらいいのか途方に暮れてしまいますよね。そこで、今この時期にフォーカスして実践できることに積極的に取り組むというのがやっぱりおすすめです。12月の10日付近はステーション期間なので、まだ事故や事件、災害が多いので気をつけたいところですけれども、それが明けていくと、来年の1月末に海王星が本格的にお羊座に戻るまでの、この12月の10日以降ですね、ここまでの間に、意識を向けるべきことを今からお話しします。それをやると間違いないと思います。まず、説明します。
海王星は夢、直感、ビジョン、潜在意識を示します。土星は現実、時間、構造、責任、形へ落とし込みというエネルギーを表しています。そして2025年12月の10日に海王星が逆行を終了すると、魚座の終盤からお羊座へ向けていく流れが本格化していくということです。まだお羊座には入っていませんが、もう振り返ることなく、お羊座の始まり、魚座の終わりのあの境界線に意識を定めて、目標を定めて、まっしぐらに海王星がここから動き出すわけです。この海王星のエネルギーに遅れないように乗っかることがもうとにかく大事です。本当に大事です。置いていかれないように食らいつくことが大切です。なぜならばこれまでみたいに一回止まって、あれついてきてない人がいるね、ちょっと待ってあげるよという逆行はもう魚座では海王星起こらないからね。そしてすでに土星も魚座を抜けてお羊座に向かうフェーズ、同じフェーズに入ってます。土星ももうあの境界線向けてまっしぐらに今進んでるわけです。そこで夢を表す海王星と現実化する土星が初めて同じ方向、同じラインに向けて、お羊座の始まりのラインに向けてドワーッと走り出すのが12月の10日以降なんです。これは非常に珍しい期間ということを忘れないでください。夢と現実が初めて同じ方向、大体はいつも違うところに入ってる。これが同じところ、しかもやり直せるスタート地点に向けて共に走り始めています。夢と現実の二人三脚が始まります。魚座は終わりと始まりの間の境界線、お羊座は魂が新しく再スタートする地点です。つまり無意識に眠っていた海王星の夢が現実世界に着地するための土星のエネルギーを受けて最終調整が完了して、ここから一気にスタートラインに押し出されるというタイミングです。海王星逆行中に曖昧だった夢を再検討したり、本物の願いがどれかが分かったり、幻想や依存が剥がれたりという浄化が皆さんに起こったはずです。逆行終了は夢の純度が最高に高まった瞬間です。そしてお羊座へ進むということは、夢を行動できる形へ転換する最初のスイッチが入るということです。この1月のさっき言った期間までの間に皆さんが何をするか、これが風の時代に非常に重要になってきます。この素晴らしいタイミングをぜひ利用してほしいと思います。ビジョンをクリアにして、それを毎日の小さな行動へつなげる。これが土星の力です。そして自分が責任を持って動く姿を見せることで宇宙のサポートを最大化する。これが鍵となります。では、宇宙の追い風を各星座別にどう使えばいいのか。目標はたった一つ、夢を叶える。そしてそのために今すべきことをお話していきたいと思います。では、お羊座から。お羊座さん、あなたの世界が再誕生し始めています。海王星はあなたの無意識の奥で眠っていた本当の願いを呼び覚まします。もう今までごまかそうとしていたけど、もう無理です。これからその夢を現実へ引き出すための追い風を送り続ける、このエネルギーに入ってますので、今大事なのは直感即行動。この純度を上げることです。もうもたもたしない。考えてる間に1ヶ月過ぎちゃいます。一気に走り出すのは難しいと感じる人も多いですが、この期間、お羊座は小さなスタートを複数作ることが鍵です。それを意識してやってみてください。お牛座、夢の種はあなたの内側の安心感によって育つ。これがお牛座の特徴ですが、海王星逆行終了からですね、心の奥で眠っていた本当に欲しい豊かさというテーマが表に出てきます。静かな情熱を形に育てる計画作りっていうのがとてもいいです。現実面、お金、時間、体力のバランスを整えるほどに願いがスムーズに引き寄せられますので、あなたの価値観に合わないものをさっさと手放すという期間にしてください。双子座、とにかく言葉です。言葉があなたの夢を現実にする鍵です。海王星はあなたに発信、伝える、書くという才能を強く強く刺激するように求めてきます。夢を言語化するとか、世界に向かって宣言するとか、できる人はですね、出版とかね、本を書いてみる、あるいは SNS に投稿してみる、みたいなことをぜひやってください。軽やかに行動するほどチャンスが雪崩のように増えていきます。蟹座、あなたの心の安全基地を整えて夢が育つ土台を
を作るというタイミングです。夢を叶えるために、まず自分を守る、安心する、心を満たす、この順番が最速ルートになります。家族、特に仲間、コミュニティが幸運の鍵です。心を開いて、必要な時には助けを求めるということを積極的にやってみてください。想像以上の見方が現れると思います。獅子座、夢を叶えるために必要なのは、私はこれやりたいと堂々と表明する勇気。もう獅子座はこれに限ります。そして眠っていたクリエイティビティが一気に戻ってくる時期です。表現活動っていうのはすごくいいですね。そして夢を大きく語って舞台に立って何かパフォーマンスをしているようなイメージで人生を再スタートさせてみてください。獅子座にとって今遠慮は無用です。存在感を強く出せば出すほど現実が動きます。乙女座、夢を現実にするための改善力と実務能力がさらに磨かれる時です。散らかっていたものをちゃんとしたものに実現可能な計画に作り上げてください。毎週月曜日はこれをするとか、金曜日はこれをするとか、ちゃんと決めて、そしてそれを粛々とやる、この期間。これで確実に夢への最適化が進み、一気に夢が動き出します。つまり無駄を省くということですね。天秤座は誰と夢を叶えるかで全てが決まるフェーズに入りました。天秤座が夢を叶えるためにはパートナーシップが必須だということですね。信頼できる仲間、これを引き寄せる力を磨いて、積極的に仲間とアプローチをして、仲間との計画というものを立ててみてください。さそり座、海洋性終了はあなたに魂レベルで本当に望む夢、これアクセスさせてくれます。表面的な願いではなくて深い本音なんですが、さそり座にとってはこれは変容というのが成功の鍵です。不要なもの、不要な人間関係、不要な執着というものを手放すほどに夢が強力に動きます。完全にスピリチュアルな世界は、さそり座にとってもきちっと必ず出ると思いますので、積極的に取り組んでみてください。いて座、自分の理想を信じていいという確信を、持つための努力、行動、学びに力を、エネルギーを注いでみてください。今やるべきことは未来ビジョンを描く、そして学び、挑戦に積極的になる、新しい思想に触れる、こういったことが開運行動になります。ワクワクする方向だけを選ぶっていうのが最強の開運法なので、今言ったことは全部自分がワクワクするかどうかで決めてください。ヤギ座、夢を現実にするための構造づくりに宇宙が味方をしてくれます。構造を作ろう。構造づくりをしよう。こればっかり考えてこの1月の後半までですね、ぜひ過ごしてみてください。事業を形にするとか、計画戦略、特に仕組み作りっていうものをやってみると、これが長期的に生きてきます。水亀座は古い願いを脱ぎ捨てて本当に自由な未来を設定し直すフェーズに入りました。新しい未来志向のアイデアっていうのが基地ですね。ちょっと常識外れなことをしてみる。ちょっと常識外れと思われるような計画を立ててみると開運行動につながります。魚座は、海王星、魚座の守護星です。この期間、特に悶々としていた人は多かったと思いますが、逆行が終わって長い霧が生えていきます。晴れていきます。私の願いはやっぱりこれが好き。で、やっぱり、さそり座と一緒でスピリチュアルですね。クリスタル。こういう世界がやっぱり海洋星、魚座を支えていきます。もう一度そこを思い出して夢を叶えるために、そういうスピリチュアルな世界、直感、インスピレーション、迷わずに採用していってください。あなたの感性こそ宇宙からの最強のメッセージです。ということで、ぜひやってみていただきたいと思います。最後に宇宙からのメッセージが受け取れるセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカード1枚引き、マカバです。マカバ。今日もずっと持っていましたが、このマカバ、いつも言ってます。この4センチ四方サイズがソウルの形なので、このサイズのマカバ水晶、これ大事です。また、いつもの宣伝しておりますが、うちのアクエリアスクリエーションというオンラインショップでも買っていただけますが、私もこれとね、スーパーセブンのタンブルはいつもポッケに入ってますが、これいつも言うようにですね、
オンラインで見るだけでもエネルギーもらえるんですよ。だから本当は実は買わなくてもいい。なんで見てください。でもですね、買いたい方はですね、私以外にも今日本に正規代理店さんガイアハウスのいらっしゃるので、日本からサクッと買うこともどちらもできます。ただこうやって見るだけでもエネルギーあるので、ぜひお届けして、いきたいと思います。さあ、今回海王星のために私がこうね、書いてるアフォーメーションは、dream、夢。リアリティ、現実ね、これが一緒に動き出す瞬間だよということで、もう本当にファイナリー、ついにって感じ。Dreams and reality finally move as one。とうとう一つのものとして動き出したよ。これを毎日唱えていると、もう夢と現実が一致するんだというね、気持ちが高まってくると思います。My dream, my reality have begun powerful collaboration。コラボレーション。夢と現実が始めます。ということでみんなで夢を叶えていきましょう。今年もまだ、動画は続き、他のもあげますけれども、12月ですので、本当に1年間出会っていただいた皆様、継続していただいた皆様、ありがとうございます。5ドル99セント毎月で、見れる、なんていうんですか、メンバーシップ動画っていうのも出してまして、それではもう毎日の全アスペクト解説をしたりですね、オーラを見る方法とか、ちょっとマニアックな内容も出してますので、興味がある方はですね、そちらのメンバーシップもジョインしていただくと嬉しいです。そしてインスタグラムやノートの方ではさらに詳しい星読みなども出しておりますので、ぜひそちらも、フォローしていただくと嬉しいです。何よりもこの動画いいなって思ったらいいねボタンを押していただく、コメント書いていただくととても喜びます。今年も1年ありがとうございました。またですね、来年もぜひよろしくお願いいたします。たくさんの方に今回1年間でですね、日本からオンラインで、個人セッションも申し込んでいただきまして、引き続き2026年も、オンラインのセッションも続けていきたいと思っております。なのでまた皆さんと直接お話しできる日を楽しみにしております。